皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、竹島問題についてです。竹島は韓国に武力占領され、その違法な占領状態というものがずっと続いています。韓国側の主張は、竹島は我々のものである。もともと我々のものだったのだから、日本が竹島を自分たちのものだと主張していることは許せないというのが彼らの言い分です。しかし、このような主張に対して、第三国であるアメリカにおいて、竹島は日本領ですよということを示す資料というものが出てきているので、今回はそのことをお伝えしようと思います。こうした領土問題というものは、当事者同士においては自分たちが正しいという主張ばかりが目立つこととなり、なかなか客観的な事実というものを抑えることができません。だからこそ、こうした第三者の見方というものが非常に重要なのです。後半においてはそのことについても解説をしていきましょう。それでは今回、韓国側の主張というものが全くの間違いですよということを示すアメリカから出てきた新資料についてのニュースをご覧ください。アメリカの航空図。竹島は日本領明記、講和条約反映化。領土問題の調査研究などを行う公益財団法人、日本国際問題研究所は23日、韓国が不法占拠する竹島が日本領であると明確に記した1953年、1954年の米国政府作成の航空図2枚が米国国立公文書館で見つかったと発表した。サンフランシスコ講和条約発効が1952年、直後の竹島を日本領と示す同政府の航空図が確認されたのは初めてという。専門家は、講和条約で竹島の日本保持が確定したとする日本の主張を補強する重要な資料としている。同研究所は、島根大の船杉准教授に依頼し、竹島関係の古地図を調査。委託を受けた民間調査会社が、同公文書館で大戦後の航空図など約100点を調べた。見つかった2枚は、アメリカ空軍が1953年12月に発行した米国空軍航空図、1954年9月の米国空軍ジェット機用航空図、米国製航空図は世界のほぼ全ての地域を網羅し、民用・軍用に広く使用されたという。いずれも西洋名のリアンクール岩礁と書かれた竹島と韓国宇都領島の間に点線を引き、竹島側にジャパン、宇都領島側にコリアと記していた。点線について地図の判例は、1953年が国境線、1954年は島の主権の境界線と説明。講和条約調印前に発行された版には点線がなく、船杉准教授は今回の2枚について条約の内容が反映されたとみられるとしている。同条約は日本が放棄する領土として宇都領島やチェジュ島などを列挙。韓国は竹島を日本が放棄する領土に加えるよう条約を起草したアメリカに要求したが、竹島が韓国の一部として扱われたことはないとして却下された。しかし、同条約の内容をめぐり、韓国政府は竹島は宇都領島の属島として韓国領と承認された。列挙された日本が放棄する島は韓国の3000余りの島の一例で、竹島が韓国領に含まれないとは言えないと主張している。船杉准教授は、2枚の航空図は講和条約発効後のアメリカ政府の地理的認識が反映されたとみられ、日本の主張が正しいことを証明する資料になると話した。こちらが今回発見された地図です。竹島のことはリアンクールロックと表記され、宇都領島の間に国境線が書かれています。竹島側にはジャパン、そして宇都領島側にはコリアと表記されています。竹島が日本領ですよということを示す資料というものはたくさんあります。それらについて非常に重要なのは、日本側で見つかった資料だけではなく、第三国において発見された資料なども、竹島は日本領だよということを表記しているものが多いことが一つ重要な点です。例えば、今回はアメリカから出たものですが、同じようにオーストラリアなどにおいても、日本と第二次世界大戦時においてはまさに戦った相手なわけですが、竹島は日本領だということを認識していました。そういった資料なども過去には出てきています。そして、韓国側の主張する資料というものは、大抵がハングルを元にした資料であり、韓国で作られた資料を元にして、それを西洋人がコピーしたもの、そういったものが今に残って、将来やっぱり竹島というものはもともと韓国のものだったんだという主張を韓国側がしていることは非常に多いです。一方で日本側の示す資料というのは、もともと日本領でしたよというそういった日本の古地図だけではなく、全く日本との利害関係のないような国、ヨーロッパの地図などにおいても、竹島を日本領であることを示しているものが多いのが一つの特徴です。そして、そういった利害関係を超えた敵対関係にあった国ですら日本領ですよと示していることが
今回非常に重要なのです。記事の中でサンフランシスコ講和条約について触れていますが、この当時の状況からして日本というものはアメリカに対しては敗戦国という扱いでした。GHQ をはじめとした米軍の駐留というものがあり、そして政治的においても彼らの支配を受けていた時代です。ですから彼らにとって日本というのはまさに彼らの思うがままにその統治が進められていた時代です。ですが日本は無条件降伏したからといって全ての領土を手放したわけではありません。例えば九州や四国がこの敗戦によって失われアメリカの領土になったわけでもありませんし、北海道がソ連へと割譲されたわけでもありません。北方領土がソ連軍によって支配されているというのも、これもあくまでも平和的にあちらに移されたものではなく、あくまでも彼らの中立宣言を放棄しての武力侵攻による結果です。また沖縄についていっても、沖縄はまさに米軍の上陸した地域であり、その結果として戦後も彼らが駐留し支配を続けるという状況がありました。このように彼らアメリカというのは戦後においてはまさに日本と上下関係というものが存在し、アメリカが日本をどう認識していくかというのは非常に重要なことなのです。ですから今回の竹島は日本領であるとアメリカが認識しているということが資料としては非常に重要なのです。まさに日本を完全に支配していたその時代においてアメリカは日本領として竹島を認識していた。これこそまさに戦後の新しい体制作りが進められている中で厳然たる事実として残っていることなのです。ただこの韓国が竹島を不法占領を続けている問題というのはなかなか解決する問題ではありません。韓国側は自分たちこそが正しいという歴史をもはや自分で創作している段階で、その創作した歴史というものを歴史教育の中で国民に広く植え付けています。こうした歴史教育というものに支配された人々というのは日本の主張というものを全く聞きません。少なくとも政府が子供の頃からずっとあの島は我々のものなんだよ、韓国のものなんだよ、日本の言うことなんか間違いですよということを延々と言い聞かされてきた人々なのですから、日本側の主張というのを聞くわけがないのです。そして現在の日韓関係から言っても、例えば国際司法裁判所に訴えればいいじゃないかという国内の意見はありますが、これはあくまでも相手国が同意しないと成立しない話です。韓国側は自分たちが創作した歴史で竹島を占領しているということを少なくとも政治指導者たちは知っているでしょう。国民の人たちは本当に分かっていないかもしれませんが、そのような状況ですから国際司法裁判所で白黒つけようなどという話に韓国側が乗る理由というのはそもそも存在し得ません。とはいえ私自身はこういった問題を解決するためには基本的には韓国側を締め上げていくというのが基本戦略としてあるべきだと思っています。なぜならば韓国側が竹島を不法占領しているというのはまさに事実であり、この事実をまさに日本の側でも国民に教育し、それによって韓国側というものがいかにひどい国であるかということを多くの国民に知ってもらい、その認識を持ってもらった上で対韓政策というものを強行に出ることができると私は考えています。日本の中の教育において韓国はこんなひどいことをしたんだよ、竹島を占領し、その竹島を占領したことによってその周辺海域で漁をしようとする日本人の漁師たちを銃撃し、船を拿捕し、そして虐待などをしていたという事実については広く知られるべきです。それによって死傷者がたくさん出ているということもこれもまた歴史的な事実なのです。しかしこういった歴史的事実を教えなければ多くの人は知らないままで、韓国が一体どのような国かといったことを正しく認識することができません。韓国側が作られた歴史を国民に植え付けている、こういったことも知らなければなりませんし、竹島について日本人自身も知識を学ぶためにはやはり義務教育の中でしっかりと教える必要があるでしょう。そのような中において対韓政策というものをしっかりと整えていく、そのためにはやはり国民の支持というものが必要なのです。そして竹島が不法占領されているという事実をもってして韓国側に対して金融制裁などを加えるといったことを順次するということは私は別に間違った政策だとは思いません。彼らが間違ったことをしていて、その間違ったことに対して制裁を加えるという一つの道筋をつけることが日韓関係を正常化するためには必要でしょう。少なくともそのようにして彼らの間違った行為に対して制裁を加え、その制裁によって彼らが方針転換することが正しい日韓関係の基礎となるべきだと私は考えています。皆さんはこのニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。